はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、このようにドッグバーをね、カーソルがホバーしてね、このアイコンをね、重なった時に大きくしたり小さくしたりする。このようなアニメーションをエクスプレッションのレングス、あとはリニアに似たイーズアウトですね、を使って作りたいと思います。あとはですね、このように同じ形のアイコンを増やす時のテクニックを紹介したいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、それではやっていきます。まずはコンポジション、ニューコンポジション。メインコンポ。1920の1080。そこにコンポジション、ニューコンポジションでポインターですね。これを100で作りましょう。100。はい。ここにレイヤー、ニューソリッド。ホワイトでいいと思います。ホワイトを置いて、ここでね、タイトルセーフを入れて、このホワイトにマスパス、レクタングル、ダブルクリックで入れます。でね、このちょうど中央のところにね、ポイントを増やしてあげます。デリートベクターツール。これでね、この上の両端を消してあげて、下の中央のポイント、これを上に上げてあげます。これでね、矢印っぽくなりました。こいつをね、マイナス45度に傾けて、ちょっと大きさを調整してあげます。100×100 のコンポジションに入るように、大体でいいですけどね、大きさ調整します。はい、ポインターができましたので、メインコンポに打ち込みます。次に、バックグラウンド作りましょうかね。バックグラウンド、何色でもいいと思います。淡いブルーにしたいと思います。はい。ここにですね、またニューコンポジション。今度はアイコンのコンポジションを作ります。アイコン200で作ります。はい。ここにシェイプツール、角丸の四角を作ります。後でね、色を変えられるように、こいつをね、ウィンドウのエッセンシャルグラフィック開いて、エッセンシャルグラフィックに、このね、アイコン。今作ったコンポジションのアイコンを選んであげます。そしてそこに塗りのカラーを入れてあげます。これで準備 OK です。エッセンシャルグラフィックを閉じます。はい。ではですね、このアイコンもメインコンポにぶち込みます。ここでね、エッセンシャルグラフィック、先ほどね、やったので、ここから色を編集できます。グレーの 70% にしましょうか。はい。はい。これでですね、このアイコンのアンカーポイントを下にしたいので、このようにずらしてあげます。ポインターもね、アンカーポイントを左下にずらします。こんな形ですね。これで準備は OK です。まずね、このアイコン、わかりやすいように色ちょっと変えておきましょう。アイコンにこのね、ポインターがこう重なった時にアイコンが大きくなり、遠ざかったら小さくなるというアニメーションをレングスとね、リニアを使って作りたいと思います。変えたいのはアイコンのスケールなので、ポインターのポジションもね、P を押して開いておきます。はい、アイコンのスケールに Windows なら Alt クリック。
Mac ならオプションクリックでエクスプレッションを入れていきたいと思います。まずは変数、ポインターのポジションに、ポインターのポジションを入れてあげます。次に変数、今度はね、アイコンのポジション、こちらにアイコン自身のね、ポジションを入れます。次にね、やりたいのは、このポインターとアイコン、ここのね、距離を知りたいので、ここに距離を測るレングスというエクスプレッションを書いていきます。まずは変数、ディスタンス距離、ここにレングス、ポイントのポジションからアイコンのポジションの距離。これにアニメーションをさせるには、リニアというメソッドを使います。リニアはこのディスタンス、距離に関して0の時から200の時の動きにしたいと思います。0の時はスケールが 100% なんですが、このスケールがね、2次元というかね、配列なんで XY あるんで、この四角括弧で囲ってあげます。X が 100%、Y が 100%。レングスが、距離が200ピクセルの時は 75%、75% って書いてあげます。はい。ちっちゃくなりましたね。ポインターを近づけると大きくなる。遠ざけると小さくなる。はい、こういうものができました。わかりやすいように、ちょっとドロップシャドウ、いい具合につけておきましょう。はい、このような感じになりました。今ね、リニアで書いてあるのでね、動きがリニアなんですけれども、これがね、0になった時にグイって大きくなって、遠ざかる時には、ゆっくりっていう動きにしたいので、ここリニアじゃなくてね、イーズアウトにしてあげます。イーズアウトとしてあげると、これの場合だとね、ちょっとね、リニアとね、イーズアウトの動き分かりにくいかもしれないんですけどね。いい感じになったんじゃないでしょうか。ではですね、せっかくなんでね、このアニメーション、透明度にもつけてみたいと思います。ではですね、このスケールにつけたエクスプレッションをコピーして、今度はね、アイコンにオパシティにつけてあげます。はい。エラーが出たんですけれどもね、透明度が値が1個しかないので、配列2個入っちゃっているので、ここを0の時は100、200の時は 75% にしてあげます。エラー消えました。遠いとね、薄いけど、0になると 100% の濃さになる。こんな感じのアニメーションになりました。ではまだまだね、せっかくなんで、レイヤースタイルのね、ドロップシャドウにもね、つけてみたいと思います。このね、ドロップシャドウのディスタンス、ここにもね、先ほどのエクスプレッションをコピー&ペーストで貼ってあげて、このエラーが出てるのは、距離がね、値が1個しかないので、0の時が14、200の時が、そうですね、4ぐらいにしましょうか。
近づくと、影が大きくなる。な感じですね。これをサイズにも適用してあげたいと思います。サイズにもペーストして、エラーが出ているので、サイズは1次元なので、0の時がサイズが15、200の時がサイズが2にしましょう。するとね、こんな感じになりました。はい。では次にですね、このアイコン。こいつをね、複製して増やしていきたいと思うんですけれども、こいつの位置を、とりあえず400、600に置いておきます。で、コマンド D で複製をして、名前をフォロワーとでもしときます。わかりやすいように色を変えておきます。でですね、このフォロワーをこのアイコンのね、オリジナルを参照して複製していきたいと思います。それには、このアイコンのポジションを使っていくので、ポジションにオプションクリックでエクスプレッションを書いていきます。複製したこいつ、フォロワーに変数でアンダーミーと入れます。これなんでアンダーミーかっていうと、このね、私の下を見たい、このオリジナルのレイヤーを参照したいというので、こういう名前をつけてます。はい。this コンポレイヤーで this レイヤー。これ自分自身のレイヤーですね。これにカンマで1と打つと1個下のレイヤーを参照するという意味になります。これが2だと2個下のレイヤーを参照。マイナス1だと上のレイヤーを参照という意味になります。ここでポジションなんですが、X と Y の配列なので、四角括弧で書いていきます。X の値をアンダーミー、自分の1個下のレイヤーのポジションの X。X は0ですね。プラス200の値に Y の値をアンダーミーさんの下のレイヤーのポジションの Y 軸1にします。オリジナルから X 方向に200だけプラスしたものができます。これね、オリジナルのね、やつをポジションを動かしてもついてきます。では、こいつをコマンド D でフォロワーを複製していきます。これね、うまい具合に全部200ずつ横になります。オリジナルを動かすと一緒に動きます。ではタイトルセーフを出して、ちょうど真ん中のアイコンが真ん中に来るぐらいに移動させてあげます。はい。すると、こんな具合で全部連動してね、このポインターに合わせて
ホバーで拡大縮小してくれるプログラミングができました。アイコンのコンポジションは全部エッセンシャルグラフィックスに登録しているのでね、この色が変えたりできます。ですけど、残念ながらね、この中のね、画像をね、差し替えることがね、エッセンシャルグラフィックじゃできないようなんでね、これね、アイコンのコンポジションを複製してあげて、アイコン1、ここに自分で用意した好きな画像をね、入れていきたいと思います。はい、今 AE のアイコンの画像を入れました。これをね、一個ずつ手作業なんですけど、このアイコンにオプションをしながらドラッグ&ドロップで入れてあげる。これを繰り返していって違う画像にしていきたいと思います。次はプレミアを入れます。フォロワーの一番にプレミア。はい、全部入れ替えました。とね、こんな感じのね、Adobe のアイコンが並んでて、上のカーソルをね、動かすと、このようなホバーアクションができるプログラムが組めました。ポインターにね、ちょっとレイヤースタイル、ベベル&エンボス、テクニックをジゼルハードにして、デプスを1000まで上げてあげて、サイズも60ぐらいでいいですかね。このような尖ったようなね、ポインターになります。はい。バックグラウンドにね、グラデーションを入れて、このアイコンの下にね、バーを置いて、カメラをつけてね、この 3D レイヤーにして、こういうアニメーションに最終的に作ってみたんですけれども、インフォグラフィックスとかね、使うときに、キーフレームをね、1個ずつ打っていくのもいいんですけれども、エクスプレッションを打った方がね、滑らかな動きになったり、修正が楽になったりね、するので、インフォグラフィックスを作るときはエクスプレッションを使うことをお勧めいたします。では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。